大家好，我是プアル。プアルが使っている最近アップデされた病院の電子カルテ。ローマ字入力なんだけど、S で新世紀エヴァンゲリオン、B でバンゲリングベイを1番に予測変換してくるという、まさかのオタ仕様で仕事中に軽くテンションが上がっています。プアルです。プアルちゃんでは、プアルお気に入りのゲーム紹介、攻略、プレイ動画などを投稿しています。今回はライズ・オブ・キングダムから、KVK シナリオトロイア戦火の新指揮官2人のご紹介。ヘクトルとアキレウスです。11月末の MGE で騎馬の新指揮官が実装予定なんですが、そこで全く新しい2人が来ることはないと思うので、アキレウスはその先行実装枠になっている指揮官でしょう。先行お試しも終わり、現在召喚も可能なので、もう知っている方も多いかと思いますが、改めて一緒に見ていきたいと思います。まず先にヘクトルから見ていきます。添付は統率共通補助の3つ。ヘクトルはトロイアの王子。ギリシャ神話トロイア戦争におけるトロイア勢最強の戦士です。牛の毛皮の盾を持っているんでしょうか。ワンピースに出てきそうな美女ですね。さあ、スキルを見ていきましょう。スキル1、エース、トロイアの盾。発動は怒り戦。そしてまたかなり特徴的な仕様になっていますよ。このエースは主将となる指揮官の添付によって攻撃タイプが変わるんですね。この添付が歩兵なら銃撃ダメージ2600を与え、3秒間周囲味方5部隊の受ける全てのダメージ 5% 減少。騎兵なら連撃ダメージ1400を2回与え、3秒間周囲敵5部隊の受ける通常攻撃ダメージが 5% 上昇。添付がその他なら直接ダメージ2700を与え、3秒間周囲敵5部隊の与える全てのダメージが 5% 減少。1秒ごとに怒り15減少という効果になっていますが、歩兵では2600の銃撃ダメージで3秒間味方が固く、騎兵では連撃2回で合計2800ダメージで3秒間敵が弱体化。その他であればスキル2700ダメージで3秒間敵弱体と怒り減少と、どの兵種もいい効果ですね。単体というだけがネックですが、どれも妥当なダメージです。スキル2、城塞守護。行軍速度 20%、ヒットポイント 10%、防御力 30% 上昇。ということで、行軍速度 20% は速いし、上昇バフのトータルは 40% というのはワンステップ上がった感じかな。これはかなり優秀。スキル3、心音の庇護。自部隊の受ける通常攻撃ダメージが 10% 減少。そして、マップ上の部隊を攻撃する場合、主将が歩兵の添付なら、銃撃ダメージが 50% の確率で 15% ダメージ上昇。クールダウンが10秒。主将が騎兵添付の場合は、基礎攻撃を行うと 20% の確率で連撃ダメージ400を1回与える。1ターンに3回発動可能と。クールダウンは10秒。主将がその他の添付なら敵にデバフを付与するたび10秒間自部隊の受ける全てのダメージを 5% 減少。最大2スタックでき、スタックで持続時間が更新されると。まず通常ダメージ 10% 減少はいいですね。歩兵銃撃で1ターンに複数回発動可能という条件ですが、既存で銃撃が1ターンに複数回発動できるものはないです。なので通常は考えなくていい条件です。黄金の国など特別な条件で1ターンに銃撃ダメージが複数回発動することがあるので、その特別な仕様に対しての説明ということですね。ただ公式回答では発動するだけで効果自体はプラス 15% 上昇が上限みたいです。クールダウンが10秒なので2から 3AS サイクルに一度程度銃撃がダメージアップすると思っていいかな。騎馬、連撃の方はだいたい2から 3AS サイクルに最大1200ダメージが入ってクールダウンになるので、
これは明確なダメージアップにつながりそう。その他はデバフを与えるたび10秒間自分が硬くなる。 CD クールダウンがないので遅くてもトロイヤの盾を当てたタイミングでコンスタントに更新できそう。スキル4、勇敢なる凡人。マップ上の部隊を攻撃する場合、主将の添付が歩兵か騎兵なら毎秒 50% の確率で5秒間通常攻撃ダメージ 20% 上昇、クールダウン7秒。主将の添付がその他なら 50% の確率で5秒間スキルダメージ 30% 上昇、クールダウンが7秒。ということで 50% は高い方なので、運が悪くなければ4から5ターン間隔で効果が発動してるんじゃないかなと思います。歩兵と騎兵なら通常ダメージ上昇なので全体的に恩恵は受けられますが、スキルの方は恩恵がタイミング次第になります。効果が5秒あるのでエース一発は効果が乗ると思うけど、主将副将のエースに効果が乗るのは運次第。30% 上昇はなかなかいい数字。スキル5、王室の血筋。1種類の兵種のみを率いる場合、与えるダメージ 10% 上昇。2種類以上の場合は、受ける銃撃ダメージ、連撃ダメージ、スキルダメージが 10% 減少。どちらもいい効果ですが、1種類のみの場合は全てのダメージ 10% 以上に対し、2種類以上は限定的なダメージ減少となるので、比べてしまうと劣る印象。添付ですが、主将であればこちらが一例です。統率添付にあまり魅力的なものがないので、振り分けを持て余す感じにもなってしまいがちです。足並みを揃えたい人も多いから三種混合って敬遠されがちですよね。フィリッポスとは違い、主将の添付で効果が変わるので、実戦ではほぼ副将運用となるでしょう。運気は主将の添付に合わせて変わりますよね。歩兵なら銃撃の馬蹄陣、騎兵なら参戦陣、デルタ、騎兵ならウェッジフォーメーション、くさび型陣でしょう。近接の話なので高額は論外ですが、ペアは現在のメタ指揮官とならばどれとでも相性は良さそうです。ただメタになれるほどの性能ではなさそうなので、フィリッポス同様ペアに困った時や部隊を増やす時のペア合わせに使用していく指揮官じゃないかなと思います。歩兵を主将にするなら銃撃指揮官に限ります。野戦は基本 AOE 持ちと組ませたいですよね。白騎か流鉄になりますが、サポートやタンク的な役割とするならウィリアムも考慮に入りそうですが、どれをとってもメタにはならないでしょう。騎馬ではアキレウス、アーサー、アッティラの副将での運用が想定されますね。エースのシナジーなどが良さそう。騎兵は QSH、衛星か諸葛亮でしょうが、バラバラに使う理由がなければ純粋にメタを崩さない方が、今の QSH 諸葛亮を崩さない方が良いでしょうね。デバフを生かし P ヘルマン、P アルミニウスを主将にとも考えるけども、柔らかすぎるのとダメージがね取れないためあまり期待はできないでしょう。シャジャルと合わせるのも考えられますが、単体同士ですし、野戦で撃破を稼ぐイメージはつきにくいですね。最後に最大の特徴として触れますが、防衛時のゴルゴーに限りシナジーがバカみたいに合うんですね。歩兵一種限定で噛み合うタイミング次第とかもありますが、通常ダメージが 70% 近くまで上がるため、ゴルゴーと組ませた時のみヘクトルが防衛指揮官並みに機能するようです。通常攻撃ダメージが上がるのでタイミング次第ですが、その時はスワームにも対抗できるでしょう。はい、ふわるちゃんは不定期投稿なのでチャンネル登録をしておくと投稿やコメントがされた時に通知が来るようになるので、パッと見て気づけるようにぜひチャンネル登録していってくださいね。ではアキレウスを見ていきましょう。添付は騎兵共通連撃です。ギリシャ神話の英雄でヘクトルを倒したのは彼ですね。彼の母は赤子のアキレウスを
不死になるという皮に浸して不死にねしたんですが、掴んでいたかかとだけが弱点となり、後にそこをいられて命を落としてしまうと。これがアキレス腱の由来というのはあまりにも有名な話ですね。さあスキルの方を見ていきましょう。スキル1、エースペルセウスの槍。ついに騎兵にも円形範囲敵5部隊への AOE ダメージ指揮官が来ました。そしてダメージの種類は機体の連撃ですね。素晴らしい。怒り消費は1000でダメージは1000が2回と、これは控えめですが期待せずにはいられない。さらにヒットした敵に対して3秒間の 20% 行軍速度減少デバフと、そして10秒間砕けた鎧という特殊効果の付与があります。特殊効果はペルセウスの槍のダメージを 5% 上昇、3スタックで合計 15% 上昇できるというもの。砕けた鎧は4人のアキレウスで1ターゲットを叩いた場合、4人目の初段の AS から 15% の恩恵を受けることができるのでしょうか。そうであればかなり早く恩恵を受けられそうですが、もし自分が与えた特殊効果だけが適用ということなら、最大 3AS サイクルが必要なので、しっかり叩き合う戦いで効果が発揮されるでしょう。ダメージは1150の2回攻撃なので、単純に2300ということになりますね。スキル2、ミルミドンの優勝。騎兵の攻撃力 40%、行軍速度 20% 上昇。領土外ならヒットポイント 10% 上昇。攻撃特化の印象ですね。ヒットポイントはおまけ程度ですがありがたいところ。スキル3、カミーの鎧。真鍮の鎧かな、どっちなんでしょう。マップ上にいる場合、すべてのダメージ 5% 減少。スキル連撃反撃ダメージ 10% 減少。10% 減少させたダメージ係数の合計3000になるとスキル1が発動する。これは減少させたダメージ係数ということですが、一発で3000を超える AS は現在ないので、2発目以降を受けた時に発動する感じになるかと思います。クールダウンがないので、囲まれて AS を受けた時はかなりの頻度で発動します。ただその場合はこちらの兵も減っているでしょうし、よほど兵数の差がなければそこまでの期待はできない可能性が高いでしょう。スキル4、復讐の劣化。自分が野戦部隊の場合、与える通常攻撃ダメージが 10% 上昇。ペルセウスの槍を発動するたび10秒間自部隊の怒り獲得速度 10% と攻撃力 10% が抜けているけれども、これは 10% ですよね。それぞれ上昇、そして最大2スタックでき時間更新されるし、これは戦闘離脱してもリセットされないので、スキル1が発動するたび確実に10秒は継続されるんですね。これは AS を発動したらほぼほぼ効果が継続されていると考えていいでしょう。戦闘相手がいなくなるまでは攻撃力 20% アップとスキル回転が速くなっている状態が保てそうです。これは強いスキルではないでしょうか。スキル5、神の鎧の強化ですね。あれ、これスキル自体の名前やめましたかね。今までは強化でもスキル5自体独自のスキル名がついていたんだけど、今回はついてないですね。紛らわしくなるから強化スキルの名前を統一したんでしょうかね。さあ、強化の性能ですが、もともとはマップ上にいる場合、すべてのダメージ 5%、スキル、連撃、反撃ダメージそれぞれ 10% 減少させたダメージ係数の合計が3000になると、スキル1が再発動するというものでしたが、まず残念ながら1つ目の効果は変わらずです。これも変わって欲しかったところですが、変わったのはこちら2つ目の効果の方ですね。こちらが強化されています。減少ダメージが 15%、蓄積の合計が2500でスキル1が再発動と減少ダメージ 5%、スキル1再発動にかかる合計値が500減っています。2500であれば副将アーサーや強化が乗った白騎のエースなどは一発の被弾で
アキレウスの槍が発動することになりますかね。これが正しいか厳密には分かりませんが、結構な頻度で発動することになるでしょう。この解釈が正しければ結構優秀ですよね。ただこの効果の特性上、やはり兵数が減ってからの後手攻撃になるので、兵数差に有利がなければやっぱり不利にはなってくるので、若干難のあるスキルではありますね。添付です。アキレウス首相運用であればこちらが一例です。千里行軍はクールダウンが10秒なので、レベル5まで上げるより他のバフに振る方を選んだ仕様ですね。これは軍旗です。軍旗は参戦陣でしょう。後で触れますが、アッティラと組むなら円月陣アーチフォーメーションも悪くないです。そこは陣形より自分の持っている軍旗の強さを優先に選ぶのがいいでしょう。連撃を発動できる戦闘なのかというところも判断材料になるでしょうね。ただ参戦陣の軍旗グリフにバタフライエフェクトを持っているなら、アッティラであっても明らかに参戦陣に優位性が出てくるのではないかと思います。これから育成するなら今のところ参戦陣の軍旗の方が将来性はあるかと思います。ペアです。1番に上がるのは首相アッティラですかね。アキレウスは基本柔らかめのオフェンス指揮官なので、そこをフォローできて連撃とシナジーの強いアッティラが安定の強さになるでしょうか。他に巻き込めば AS サイクルがね速くなるアーサー・アキレウスやバランス型のアキレウス・ヘクトルなどが候補に上がりますが、決闘ではどれも圧倒的な強さを誇るという感じではなさそうです。ラリーではスキル4と5が封印されますが、素部隊アキレウスが使えそうな気配があります。アッティラ・アキレウスも相手や状況によっては強さが出るかもしれませんね。前者は硬い方ではないので、打つとしてもスワームされるリスクが少ない場面で使用するものになるでしょう。防衛にするとスキル3から5までが封印されますから、さすがに厳しいよね。ないとは思いますが、試したレポートだけは見てみたい気もします。さあ、ヘクトルとアキレウス。今回は今までのような新指揮官が全てのメタを凌駕して一強のメタになるという感じではなく、一長一短な感じになってますね。いい調整ということなのでしょうか。ヘクトルは余裕がある方や複数部隊を組み替えたいという方、そういう方はね育ててもいいかもしれませんが、無理に育てるという感じでもない印象。アキレウスは騎兵の貴重な AOE にして円形5部隊対象というぶっ壊れに近い効果なので、決闘では勝てる相手勝てない相手が出てくるとは思いますが、複数部隊での混戦では撃破を伸ばしてくれる期待しかありません。また PVE イベントや野蛮人狩りなど今後長期間いろんな形で重宝され運用ができると思います。騎兵を育てている方なら抑えておくべき指揮官でしょうね。私はミックス推奨派で、かつ本来メインは牙なのでしっかり抑えておきますよ。今期間限定ですが、征服シーズンまたは未確認ですが、多分第3シーズン以降でも対応しているかと思います。このシーズンの総督であれば2つのイベントにてヘクトル・アキレウスは召喚できます。トロイアの秘宝でヘクトルの入手チャンスがありますね。トロイアの鍵という特別な鍵を使ったガチャですが、無料で10回以降1回につき600ジェムで200回までねチャレンジが可能。プアルは10回の無料分で像が2個以降600ジェムの鍵を使って召喚しました。無料分のペースだったら3万6000ジェムで召喚というえぐいことになっていたかもしれませんが、奇跡的にそこまでジェムを使わなくても召喚することができました。征服シーズンのルーレットと同じなので、欲しい方は課金パックでも鍵がね入手できるので、ジェムを使いたくない方、
回すチャンスを増やしたい方はこちらも利用することができます。一つ注意点として、このイベント今回限りなんでしょうか。この特別な鍵は持ち越すことができないので、このイベント終了前にはしっかり使い切って終わった方が良さそうです。そしてアキレウスはギリシャの英雄。こちらのイベントで無料召喚できます。アキレウス対象サーバーでも条件として都市レベル成長25が必要なようです。こちらは強化に関しては課金のみですが、召喚だけは無料で確実にもらえる仕様なので、ぜひもらっておきましょう。さて、あとは今月末に多分出るであろうと思われる騎馬指揮官にも注目しています。順番からおそらくは防衛指揮官になるかと思いますが、硬くて野戦にも使えるなってことがあれば、柔らかい騎馬の強化になるんですが、どうでしょうね。情報が出ていませんが、予定ではあと2週間ほどです。注目して待ちましょう。ヘクトルや騎馬に興味が持てない方は、歩兵新指揮官が1月に来るとすでに公式発表されているので、こちらに照準を合わせて金像を貯めるのも良いでしょう。これからも楽しみですね。いかがでしたでしょうか。プアルちゃんはあなたの応援で成り立っています。よかったら高評価、グッドボタンをお願いします。また、プアルちゃんは不定期投稿です。気づく前に投稿されていることがあるので、このベルマークで設定をすることをお勧めします。これで動画が投稿された時などお知らせが来ますので、わかりやすいようにぜひチャンネル登録していってくださいね。新指揮官情報、KVK の様子など、できたものから投稿していこうと思います。ではまたお会いしましょう。おつぷはまたです。